最近少なくなってきてるじゃないですか。パワーアップしたどこでも戦車をクイックディテイラーですからね。もう一見方向のが流れます。ツヤ出てんな。あなただけのオアシス洗車場に。どうも長良洗車代表のりょうです。あ、ひょ、グフィだよ。ということで今回の企画は洗車場に行けない方のための洗車の教科書。しつこくやるよ。ポポン。しつこくやるよってどういうことですか。はい。どこでも洗車ですね。ああ、またそういうことか。来ました。何回やるんだっていう話なんですけど、はいはい、やっぱりね僕はここ出身なんでどこでも戦車出身でそうです、はい、商業施設の、駐車場とかでながらでね今ありますけど、ね、でやってきた業者でやっぱどこでも洗車はやっぱ僕の悲願、ライフルウォッシュも悲願なんですけど、夢ですね。最近はねライフルウォッシュがクラファンで出るってことで、はい、そっちばっかやってたんですけど、今回はね置いてかないでよっていうね、そうだよどこでも洗車やってたじゃんっていう話だと思うんで、銃担ぎ出してね、今回はですね、パワーアップしたどこでも洗車をちょっとお見せしたいかな。今までとまた一味違うと。そうですね、洗車場にね近かったらいいんですけど、最近少なくなってきてるじゃないですか。そうなんですよね。僕も近所のところがなくなっちゃって30分かけていくみたいな方もやっぱいらっしゃるんで、そうするとやっぱり億劫になっちゃうじゃないですか。洗車してあげないと水染みですよね、とか虫汚れとか鳥糞とかね、そういった汚れってどんどんダメージ蓄積していくと塗装に悪さして取り返しがつかなくなってしまうんで、洗車場落ちなくなっちゃうんですか。そうなんですよ。で今回のやり方であれば本当に手軽にパッて洗車できちゃうんで、今の動き良かった。30分ぐらいでは多分いないぐらいで終わるぐらいだと思います。洗車場行くぐらいの時間でできちゃうみたいな。できちゃうんですよ。何それ。しかもツヤツヤにもなっちゃうんで、どこでも洗車ね、使うぐらいいろいろやってるんで、こういうホモーシュみたいに出したじゃないですか。ああ、出ましたね。ホモーシュだと僕はすごいいいと思ってるんですけど、こう周り飛び散っちゃったり、マンションとかアパート住まいの方にはちょっとやりづらいかなみたいな。なるほど。で、本当今回はこのバケツ1杯、バケツだけでこちらのスノーメンできちゃうんですか。それできちゃいます。少ない水でツヤツヤにできる洗車法をお伝えしていきたいなと思うんで、ぜひね洗車ちょっと遠くていけないよ、だけど洗車したいよって方はね、最後まで見ていただけると嬉しいかなと思います。ということでやっていきましょう。自宅を洗車場に。ながら洗車では洗車の教科書を目指した発信をしております。それに伴いながら洗車公式 LINE アカウントというのが2つあります。1つ目が洗車やコーティングについての悩み事を気軽に相談できる LINE、 2つ目が洗車で起業したい方に向けた発信。よかったら登録してくれて嬉しいです。まずは洗車に入る前に何個かやらないといけないことが実はあるんですけど、こちら見てる方は賃貸の方結構多いと思うんですよね。アパートに住んでて、下に駐車場があって、マンション住んでてちょっと立地はちょっと厳しいかもしれないですけど、下に駐車場ある方、そういった方が結構今回の動画見てる方多いかなと思うんですけど、そういう方はですね、まずはコーリンまずは大家さんだったり管理会社の方に電話してもらって、バケツ1杯で簡単にちょっと洗車したいんですけどやっていいですか、許可取ってほしい。僕もこういうどこでも洗車やるときに水やっぱジャブジャブ使うと迷惑になったりとか、こういろんなところちょっとトラブルになったりするので、まずは許可しっかり取ってっていうのと、バケツ1杯の水とほんとちょっとした泡しか使いません話をしていただいて、周りの人とトラブル避けたいですからね。そうなんですよ。僕らの社員の方だったり、僕もですね前までボロボロのねアパート住んでたんですね。僕ね下積み時代が長かった。下積み時代ね。その時は普通に大家さんに電話してちょっと軽く洗車したいんでちょっと水しか使わないんでいいですかって言ったら、皆さんあんまりなんかダメっていう方いなかったんで、あとはねこう言われるのが環境問題、泡もジャブジャブに流すとか、それはちょっとまずいんですけど、今回本当にこんなに泡が少量のちょっと下に垂れるかなぐらいで、不安であれば一応僕らがこれから使うケミカルも自然に優しいものになってて、自然と結構分解されていくんで、不安であればこういう水でさっと流して、最後泡の部分をね、最後がですね、隣がいらっしゃるとトラブル元になったりするんで、できれば隣いない状態でやってあげるっていう。あとは顔見知りになっとくとかね、またやってるわねみたいなね、そうです、なんかでいいですかみたいな感じでこうなんかうまくコミュニケーション取ってもらうといいのかな。大事っすね、コミュニケーションですよ。知らない人が勝手に隣で洗車するのと、知り合いである程度ちょっと話したりする人が隣で洗車するの全然違うんで、そこはちょっとうまくコミュニケーション取ってもらうといいんじゃない。じゃあ早速ね実践編いきましょう。いきますか。まずですね用意するのが今回このビギナーズラック、これが追加されたことでまた進化します。また変わるんですね。それで今日はこのスノーメンブラック、スノーメンの中にはドライセカンドで中盤タオルと青いタオル、これもね一応考えて実はどこでも洗車できるように2つつけたんですよ。2枚ついて中盤ついてくるんですよね。そうなんです。スノーバブルですね。これも一応スノーバブルとスノーシャンプーですね。どこでも洗車できるように中性でリモネンっていうで汚れ剥がしてくれて、なおかつ泡切れいいように、本当どこでも洗車できるように商品設計したので、これ使っていただいて、こんな感じでスノーブラック入ってるんでやっていきましょうか。まずバケツ1杯の水ですね。水とこれは使うので、結構やっぱマンションアパートの方々だとバケツでこうやって持っていっちゃうと折れちゃう可能性あるじゃないですか。チャポンチャポン言うてね。蓋があると蓋ね、こう
こんな感じこぼれない。作り方なんですけど、100倍希釈で 1.5 リットルまでまず水を入れていきます。これ家でね、もしあれであればやっていただいて 1.5 リットルまず入れていきます。光がこれついてますんで、希釈のね、はい、ここに15ミリ希釈倍率がすごい薄くていいんで、コスパ的にもいいんですよね。めちゃ1個買っていただければしばらく15ミリでいいから、100倍？そうです。20台ぐらい余裕で洗車できるから。そんな薄めちゃって大丈夫なんですね。結構薄めの方が泡切れがやっぱいいんで、こっちの金属ノズル、スノーブラックの説明書があって、そっちで簡単に入れ替えられるんで、よかったらそっち向いてもらえると思うんですけど、金属ノズルの方がいいと思います。泡の出方がちょっと違くて。あ、そうなんですか。じゃあまずはですね、こっちの通常ノズルの出方から入れます。こんな感じで、縦型拡散のちょっとスノーバブルはね、モコモコというか若干だけクリーミーな感じの泡になります。すごい泡切れがまた良くなるんで、結構泡泡にしたい方は100倍の方がいいかな。このノズルの出方がこんな感じの出方するので、僕おすすめはこっちの飛び散りが少ないんで、丸く拡散するんですね。そうですね、丸く拡散するんで、どこでも洗車やるならこっちの方がいいかな。どうやって洗っていくかっていうと、まずは上こんな感じでね。ほんと最初水かけないですね。そうなんですよ。へえ、画期的だな。泡かけていただいて、これリモネンが汚れを剥がしてくれるんで、さっきのこのタオルの青い方を使っていただく。それでそのままいけちゃうんですね。水つけて、スノーブラックの水洗ったら、上からでいいんですけど、今せっかくこれ結構やりやすい車なんで、一定方向に流したらいい。まずはこれであればこんな感じでずーっと引っ張っていく感じ。最初からね。これなんか一定方向っていうのは意味合いがあるんですか？こうやって洗うとうまく切れなかったりするんですよね。泡がこれでもいいんですけどね。なるほど。一定方向が泡が切れやすいと思います。泡をはけさせるために同じ方向にモップみたいな感じでやってるってことですね。あとはビチャビチャにしてこんな感じで回していく。なるほど。こんな感じでまずはルーフで終わらしちゃった方がいいと思うんで、まずはルーフで終わらせちゃう。泡をはけさせるように洗っていきます。その時こすらないのが大事って感じですかね。そうそう、その力入れない。絞って、これをビチャンってつけちゃって、水色毛布みたいな結構僕らの商品買うと結構ついてくるんですけど、もう1枚タオルを用意します。それは水色毛布でもいいですし、もうビギナーズラックにもタオル付属してきたり、僕らの商品で買うと何かしらタオルついてくる印象ありますな。もう一回二度拭きというか。そうです。でこれはすすぎですね。ちょっと泡がやっぱ残るんで、泡をすすいであげる感じでやったり、でこれは一定方向じゃなくても別に大丈夫。こんな感じですすいであげる。なるほど。これはバケツの中入れないようにしてもらって、軽くだけ絞ってあげます。こんな感じで水だけすくってちょっと絞った状態で、そのバケツに泡が残っちゃうとまた泡つけちゃうことになっちゃう。そうなんです。残った泡を回収するだけじゃなくて、この2つ目のすすぎはもう1個役割があって、さっきのスノーバブルの成分がやっぱちょっとボディについてるので、それを回収するっていう、そういう意味合いもあります。そうですね。さっきのシャンプーの成分を。そうです。さっきのシャンプーの成分が残ってると、結構こうムラっぽい仕上がりになっちゃったりするんで、これで取る作業。シャンプー地味とかにならないように。そうです。これ結構今までと一緒なんですけど、こっからこれですね。ビギナーズラックがなかったもんね。これだったら窓にも使えますし、ボディ端プッシュしていただいて、これで何するかっていうと、いつもと同じ流れなんですけど、汚れがもし万が一残ってたとしても、ビギナーズラックで何かクイックディテーラーなんですけど、汚れを取りながらコーティングするもの、便利なんですよ。洗浄力プラス潤滑性、滑り性が高いので、汚れが万が一残ってたとしても、その洗浄力と潤滑性で引き上げることができるんで。なるほどね。もう一個いいのがあって、少量アルコール入ってるんですよ。なんでスノーバブルとか表面についたのがさっきの水拭きで取れなかったとしても、アルコールだったり洗浄成分だったりで引き上げることができるので、じゃあ今までちょっと怖かった傷リスクがビギナーズラックのおかげでかなりなくなるってことですね。そうですね。傷リスクもちろんそうですし、プラスでモワモワしたちょっと引き上げが今まで若干多分しづらかったと思う。それが解消されたからですね。水が使えない分、そうなんです。奇跡のマッチングが生まれたわけですね。ここにそうですね。これ狙って出したんですか？いや、ビギナーズラックに関しては引き上げのあれはそうでしたけど、どこでも戦車と組み合わせるって発想は実はたまたまなかったんだ。そうなん、これなんか嬉しかったですね。これ思いついた時に見てください。めちゃくちゃ綺麗。すごいね。これ水流してないですからね。これ綺麗になっちゃったな。これそうなんですよ。すごい。水道使ってないですよまだ。めっちゃ綺麗じゃない。超楽ちんでございます。今上終わったんで、あとはもう前から一周するだけなんで、ちょっとやっていきましょう。今と同じ流れでね。もう上はもう終わってるんで、気をつけないと。そうです。上にかけたくないんで、下から流すようにやっていただくと、あんま飛び散んないように、もうちょい円をこうやってやれば、近めでね。拡散目かけてるみたいな。や
ああいいっすね。同じような感じの多いタオルで、ここにあるタオルは、まあ、スノーミットをお持ちだったらミット、こっちのねミットでねミットでもいいし、白毛布っていう、はい、そっちのタオルでももちろん大丈夫。ふわふわしてて気持ちいいんですよね。そうですね、あっちの方が良かったりしますけど、こんな感じで同じように流してね、下に流すように泡をはけさせるイメージで、でワンパネルを持ったら水でしっかり吸いで、流していく。巷でいうリンスレスウォッシュっていうのは、リンスレスウォッシュっていうのは、まあ、バケツに洗剤を入れて、洗っていくっていう作業なんですけど、やっぱり泡使わない分ちょっと不安だったりするんですけど、理にはめちゃくちゃかなってて、なんで泡にこだわってかって、泡で可視化できるんですよね。汚れというか、やっぱ泡ってこう潤滑性こんな感じで滑るんですよね。はい、そうすることで摩擦を軽減して洗車機のリスクを下げて、同じように全部リンスレスウォッシュ貝みたいな感じなんですね。今まで僕らがやってたここでも洗車貝みたいな感じですね。泡をはけさせるような感じで洗っていく。泡流れ始めました。あとは中入れてすすいで、で色文字で固く絞って、そうですね。なるほどね。あとは成分とかこの残った泡だったり成分を回収するために水色のこれバケツ2個あった方がいいんですか？2個あってもいいですね。なるほど。1個でも問題ない。問題ない。ただ泡がやっぱどんどん溜まっていっちゃうんで、ここにすすぎ用でね。ただ今回ビギナーズラックあるから今までだったらまあ2個あった方がいいですよっていう思ってたんですけど、あと大きい車とかだとね、あった方がいいですよね。もうほぼ泡ないっすね。もうここから秘密液ね。ビギナーズラックを各端とかに、まあワンパネル4プッシュぐらいでいいと思うんですけどね。これちょっと今開けすぎですけど、なんかちょっとこう傷が不安な方とかね、よく滑らしたいみたいな方はちょっと多めに、ちょっと贅沢に使いたい時はそうですね、いいよと。はい、こんなうわーすごい、普通に吹き上げるより吹き上がってますね。綺麗だな。プリウスに木々が見え始めましたね。あ、綺麗だな。楽ですね、本当に。艶出ましたね、これ。本当に新時代の洗車ですね。めちゃくちゃ楽に。すごいね。洗車できるかなと思います。一緒やっていきますね。ぜひぜひ。はい。めっちゃ楽。いいね。サンブラックが楽でいいっすよね。楽っすね、これ。スノーホームだね。やっぱ高圧洗浄機ね、今ライフルウォッシュ売ってるんですけど、やっぱ手軽さですよね。いや、楽だな。ポイント的には。何も繋がなくていいんですよ。持ってくだけでいいんだから。僕もワンパネル洗車やっぱ水染みになっちゃったりするんで水晶なんですけど、めんどくさい方は素早くだったらね、ささっとね、パーッと流して、ビチャビチャにして、ビチャビチャ洗車。横のがやりやすそうですね。横のがやりやすいですね。流れますな、泡が。もう一定方向のが流れます。流しやすいところ、ほら。本当だ。本当だ。で、これを多くさせるとどうなるかっていうと、いけますね。でも流れます。やっぱいや、これシャンプーがいいんですよ。そう、スノーバブルがね、本当泡切れいいんで、やっぱ下地ちょっとコーティングしてあるんで。これ泡々のやつでやるとちょっと注意した方がいいかなって感じですよね。これ用にも考えられたシャンプーだから。いや、本当に泡切れは成分残りないように。だけど洗浄力ちゃんとあって潤滑性もある程度あるように。いいとこ取りじゃないですか。クリーンシャンプーの方が潤滑性が高いんで、もし結構汚れひどいなって方はスノーシャンプー30倍希釈ぐらいでやってあげるといいのかな。今これね、いっぺんにやってますけど、流れてるね。素早く慣れればワンパネルごとじゃなくてもいいよっていう。もう泡残ってなかったら、この2個目も別に無理にやる必要はないんですけど、ただ一応成分を回収してるっていう役目もあるんで、ただ最後にビギナーズラックしてフライセカンドする時のシャンプー成分は回収していってるんで、取ってるんですね、しっかり。楽にやりたい方は泡残ってるところだけちょっとこうやって流す。いいっす。いや、楽だな。で、これが中盤タオルなんで、もし足りない方はドライセカンド単品で買っていただくと、これ2枚ついてるんだ。でもう1枚タオルもついてるんでめっちゃつくやん。で、ドライセカンド2枚あればもう本当十分なんで。確かに確かに。タオルって消耗品なんで、これはなんか別で単品で買っていただいてもいいのかなと思います。で、これ窓も使えるんで、使っていただいて、で、引き上げて楽ですね。一発なんで吹き上げも。で、ピカッとツヤも出るんで、いや、すっきりしたね。さっと綺麗になる。わ、綺麗だな。隣に車がいない時にやりましょうみたいなね、話があったと思うんです。こんだけ早ければ出てる間に終わっちゃうんじゃないですか。そうですね。30分ないぐらいで終わると思います。すげえ、ここ綺麗だな。ツヤ出てんな。で、ただやっぱあんまりにも結構汚れてるとこれやりづらかったりするんで、目安は
12週間の汚れ、うん砂ぼこりかぶったなぐらいはいはいの汚れであればこれでいけるのかな。うんまあもともとは本当ちょっとしたほこりだったら水なしでこれだけで拭くだけでいけるように商品設計そうをして、いうコンセプトだったんだ。アルコール少量入れて拭き上げと同時にクイックディテーラーできたらいいなっていう本当簡単さに特化したクイックディテーラーになってるんで、12週間に1回ぐらいこんな感じで簡単に洗車してツヤツヤにしてもらえるといいんじゃないですか。で今ほぼほぼ一周終わったんですけど、いや終わりましたよ。でこれ時間経てば分解してくれるあんで、終わってこれしか泡出てないってこそうと？ですそうです。全然泡出てないじゃん。はい、で地面だったらもっと分解するの早いんで、確かに確かに。あ、土とかはい、ね。これ今これ防草シートがちょっと残ってる感じなんですけど、不安だったら最後こんな感じで、あ、流してもらえばはい、ね流。してもらえればいいかなと思って。試着してください。はい、最後タイヤホイールやりたいじゃないですか。おお。でタイヤホイール使うのはノータッチ。出ました。楽ですよね。かけりゃいいんですから。かけりゃいいんで。うん。で僕はおすすめなのは、はまずはタイヤハウスもはい僕は結構はいはい。かけたりするんですけど、おタイヤハウスに、あ、そっち行っちゃえばいいですね。はい、シャーッとかけて、うんであとはタイヤうんに。シャーッとかけるシじゃないですか。ャーッとかけて。もうああ、ホイールにね。そうであんまこっちタイヤハウスとかこれでやっちゃうとはい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 ちっちゃったりするんで、僕はノータッチがタイヤもツヤ出るしおすすめだな。であとはさっきのタオルでいいんでこのタオルでうん。ビチャンとあ、ビチャンすればいいんですね。ビチャンですよ。これして流してもらあってあ、ノータッチ流さなくていいんか。そうノータッチは流さなくて、さっきの水色毛布のはい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 。このちっちゃめのタオルうを、んうんうん。同じなんですよ。もう基本固く絞って固く今日はもう泡回収するつもりでああ、一緒だ全部。わかりやすくていいですねこれ。拭いたら、はい最後も一緒でビギナーズラック、はい。シュッシュッてああ、これで仕上がるんだ。最後拭き上げていただくうと、ん。ピカピカに仕上がるんで、わあ。どこでも洗車の場合は最後でもいいかなと思う。やっぱどっちにしろ泡で最後ちょっとやっぱついちゃうんで、うん、マイクロファイバーもやっぱりここからやっちゃうと汚れちゃうと思うんで。そうですね。せっかくだからねねボディやったやつでね。ビギナーズラック万能だな。マジで何でも使えるんで。いや出ましたね。本当に皆さんの最終地点になるような車内もできますしね。じゃあちょっとタイヤホイールもやっていきます。はい、ガチガチ。ということで今一周終わりました。はいここからちょっとしたもしムラがこう下から覗いたりとかしてちょっと確認してほしいんですけど、もしあったらもう一回ビギナーズラックであ、気になるとこプシュろにね。ってかけてもう拭くだけ。はい。簡単。はい。これもタオル不足してきますんで。あ、それついてくるんですはいね。じゃあつけますねパッてか。けて拭くだけ。説明終わった。はい。窓もムラったらパッてかけて拭くだけ。何それ。はい、結構ここからね水ね怖い方もいらっしゃると思うんですけど、まあ 1,2 週間ぐらいがあれかな。それ以上の結構こべりつきの汚れの場合は不安だったら、まあもう洗車場行くかとかしてもらうといいかなと思うんですけど、2週間ぐらい砂ぼこり乗っかってるなぐらいだったらこれで、まあ、一番良くないのはずっと放置しちゃうこと。まあ冒頭でも言ったようにチタールとか虫とか鳥糞とか花粉とか放置して溜めとくとその場はそうでもないんですけど、はいはいはいどんどん蓄積されて塗装がダメになっちゃったり、まあ2週間に1回ぐらいは軽めに洗車してあげて、メンテナンスもねこれでできてるんで全然そんな強いもんではないんで。あ、剥がれないですね。はい、こっからなんですけど、なんですかはいまあここが醍醐味だと思ってるんですけど、ええ磨きたいじゃないですか。洗車場ってもし後ろとかつっかえてたら、そこで磨いてたりしたら何やってんだあいつあ、ちょなるほど。っと嫌じゃないですか。はい。イージーブラックうん。ありますと、うんポリッシャーなんですけどイージーポリッシュでも大丈夫です。あもう今回のイージーブラックってこれで傷を消せるように設計してるんで、へえまあ見た目もねもちろんかっちょいいっていう、かっちょいいっすねまあ、バフとかも全部コンパウンドも全部入ってるんで、これさえ買えばいいんですね。じゃあ。そうです。ここが醍醐味だと思う。ええどこでもディテーリングできちゃう。これどこでも洗車マスターしちゃえばこういったとこでもで、なる音がほどねねそんなうるさくないんですよ。あ、静音っすね。はいまだまだちっちゃくなります。え、さらにちっちゃくできるように商品設計してるので、もっとちっちゃくなるんで。今ほとんど聞こえなかったですよ、多分。遠目だったら本当わかんないです。そうするとどこでも洗車プラス、はいどこでもディテーリングだって磨きができるの。洗車の幅が広がって楽しみが増える。じゃあ今まで洗車ちょっとどこでもできないからディティーリング諦めてた人ももう大丈夫。いけちゃう洗車場でねやってる方もいらっしゃると思うんですけど、これだって人の目気にせず、確かにまあね敷地内でこうやってやってる分はね、いやいいっすねいいっすね迷惑じゃないと思うし、うん音も本当ちっちゃく設はい計してるんで、はいはいただ一番ちっちゃいのはイージーポリッシュなんで、うんどっちかというと磨くというか埋めるっていうはい。作業なんです。ただツヤツヤには本当になるんで、うん最後はちょっ傷傷なんか不安な方だったりとか、うんうんツヤツヤしてるじゃなはいい、もう十分ツヤツヤなんですけど、うんボンネットだけちょっとシャドウやっていきたいおお、やってみますか。はい。このイージーブラックとシャドウをやりたくてしょうがなくて、じゃあまずはですね、こう使うのがこうポイントバフっていうバフ付属してくるんで、おーはいはいでなんでシャドウかっていうとですね、はいこれもクイックディテーラーなんですけど、うんちょっとした水染みとか小傷とか小傷を埋めてくれるんですね。であと弾きもめちゃくちゃいいんですよ。ビギナーズラックのお兄さんみたいな感じですね。そうです。もうイメージはなんだベースの弟分みたいな感じなんですけど、はいこの中身はベースからコンパウンドを取りまして、うんシリコンレジンコーティングの成分うんを濃くしたっていうのがシャドウなんですよ。へえ。これスプレーなんですけど、はい。塗り込んだりとか。塗り込んでくるのに合ってる。ワックスに近いんですね。じゃそれはまあ2プッシュぐらいかけて、なじませていただいて磨いていくと。で詳しくはねイージーブラックの磨きの説明書っていう、回転が止まんないようにあ。はい。磨いてもらえると。
万が一傷とか水染みがひどくても、シャドウだったり、それこそこういうブラックカットでコンパウンドだったりね、使って磨いてあげるといいのかなと思います。なるほどね。ここで洗車傷対策もできるし、そうです。さらにツヤも出たり、どこでも洗車もできるし、傷が怖い方もイージーブラックがあれば怖くないんで、安心してどこでも洗車できちゃうっていうね。この文字みたいなところはそうなんですけど、しっかり回ってるんで、磨いてあげる。いいっすね。あとはかっこいいっすよね。だいたい切れたなと思ったら、拭き上げていくと、うわ綺麗。ちょっと曇りになっちゃったんでね、あれですけど、綺麗。いいっすね。ちょっと曇りでもったいないんで、次の日もうこのままちょっとボンネットだけシャドウ使ってツヤツヤにするんで、次の日でツヤはじきちょっと見ていきましょう。見ますか。じゃあ次の日にレッツゴー。レッツゴー。次の日になりました。なりましたね。はい、ドンです。これです。ツヤがすごい。いや、この角度とかやばいっすよ。テロテロですわ。汚れを取りながらこういうもので、ポリッシャーでただしっかり施工したけど、めちゃくちゃツヤがやばいっすね。すごいことになってるっていう。気持ちいいなこれ。弾きも結構すごいかなと思って、せっかくならライフルウォッシュについてくるシャワーショットっていうのが、そういう感じ、シャワーでちょっとそれでかけていきます。シャワーショット。弾いてますね。弾いてますね。弾いてるよ。これ皆さんクイックディテーラーですからね。これで、すごい。汚れもやっぱ取れやすいのと、あと拭き上げですよね。拭き上げが本当しやすい。ほら。今の一瞬で？ナイス。拭き上がっちゃうんで。それがやっぱいいとこかなと思いますね。これが楽しいって人も多いですから。そうですね。やっぱ結構撥水好きな人多いですよね。で結構シャドウは結構根強いファンの方がずっとシャドウを使ってますみたいな方が結構多くて、やっぱツヤはじきがクイックディテーラーの中でもかなりトップクラスで、水染みも普通にケルのものだと落ちるんで万能っすね。そうですね。溶け詰めるものまではないんです。ポリッシャーともやっぱそうなると相性良くなってくるんで、どこでも洗車なんでバケツ1杯だけですよ。その後にこれどこでも磨き、コードレスのいいとこってやっぱそういうとこだと思うんで、こうシャドウで印かけてさーっとこう塗り伸ばしてもらって拭き上げる。ツヤはじきと傷も埋めちゃう。もしこれでやると結構ムラったりするんですよ。その場合はそのムラの拭き上げはこっちのビギナーズラック使ってムラ解消してもらえれば。QD から QD でいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ綺麗になりましたね。めちゃくちゃ綺麗になりました。もうこの通り。今回の洗車方法、バケツ1杯だけで洗車するっていう方法なんですけど、最近ねライフルウォッシュキャンプファイヤーでねこちらね、出るということでこっちにね注力してたんですけど、僕のやっぱ原点はやっぱこのどこでも洗車、やっぱ商業施設で買い物しながらでね、やってた時がやっぱ僕の原点で、やっぱりどこでも洗車だったりどこでもディテーリング、どこでも車磨き、僕の悲願なんですよね。ここに関してはもうずっとやり続けるというか、伝えていきたい。ただね今回の内容はしっかり許可をね、大家さんとか管理会社さんとかにしっかり許可取っていただいて、で周りの車とかもねコミュニケーション取ったりとか、いない状況とかでねもうやっていただければ、そこの駐車場はあなただけのオアシス洗車場になるのかなと思ってるんで、今日1日経ちましたけど、もちろん泡は全く残ってないですし、本当自然に分解されていくものなので、バケツ1杯なんで本当に少ない水で洗車するって今回やり方をお伝えしたんで、最初これ本当にできるんかなと思ってたらできちゃいましたね。今回は洗車場にねやり方のための動画ということで、これをすることで頻繁にやっぱ洗車できるようになる、手遅れにならない、汚れが積み重なって塗装が悪くなっちゃうのが良くならないことが多いので、ただ最悪傷とかついたとしても、こういうね今ポリッシャーみたいなの結構今増えてますね。予防策もあると。音もね今どんどん今ちっちゃくしてます、そうすると本当どこでも洗車してピカピカにして、コンビニの駐車場でツヤ見てニヤニヤできる。愛車のツヤをね、あとは何よりね、洗車場ね遠い問題で見てると思うんですけど、長野洗車からもね頑張って洗車場をね、マジっすか、このライフルウォッシュがガーって置いてあって、ストレス溜まったらその洗車場に行ってカラーリングでこうガーって流してわーってやって、ストレス発散みたいな、もうなんなら JK のたまり場になってる。 JK のたまり場、お父さんと一緒に来て娘と一緒に洗車して、めっちゃいい。そんな未来をね頑張ってね作りたいなと。ギャルマインドでギャルマインドでぜひ応援していただけると嬉しいかなと思います。はい、ということで長瀬記者隊長のりょうでした。さらばどこでも洗車やるよ。